ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はイスランよ。彼は DLC ドーンガードで追加された死体で、入手するにはメインのクエストラインを終わらせる必要があるし、ルートによってはそもそも死体にできないから入手が難しい死体よ。ではその性能はどうかというと、まあ、固有の能力を持ってることは確かだわ。というわけで早速性能を見ていくわよ。始まるよー。イスランは片手武器を得意とする近接戦士よ。彼の最大の特徴は、ステンダールのオーラを使えることよ。これは周囲のアンデッドにダメージを与え続けるマント魔法で、NPC では彼しか使うことができないわ。効果範囲が普通のマント魔法より広いし、ダメージも継続ダメージとしては高い方だから、アンデッドに対しては強力な攻撃手段になるわ。片手武器による攻撃も強力で、アンデッド以外が相手でもアタッカーとして活躍できるわ。さすがドーンガードのリーダーと言いたいところだけど、欠点があって。それは防御力の壊滅的な低さよ。彼はスキル適性に問題があって、軽装と重装、どちらにも適性を持ってないわ。盾を持たせればある程度補うことはできるけど、前衛として戦わせるにはだいぶ不安があるわね。彼を獣人として連れ回すなら、別の前衛も連れて攻撃を分散させるなどの工夫が必要よ。どうせなら以前紹介したデュラックとセラーンを一緒に連れて、ドーンガードパーティーを組めば戦力も十分だし楽しいと思うわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがイスランのステータスよ。彼の最大の特徴はステンダールのオーラを使えることね。説明文には毎秒10と書かれているけど、実際には毎秒15ダメージ与えられるわ。一度唱えれば防御してるだけでダメージが入るわけだし、アンデッド限定とはいえかなり強力よ。彼は戦鎚を使うイメージが強いけど、実際に適性があるのは片手武器よ。エクストラダメージにや片手武器のパークを複数取得してるから、片手武器による攻撃で大ダメージを与えられるわ。ここまではいいのだけど、問題は耐久面ね。彼は軽装と重装どちらの適性も持ってないから、防御力は近接戦士としては最低クラスになっているわ。というか火事とか話術とか、おおよそ戦闘と関係ないスキルばかり得意なのよね。体力が少し高めだけど、防御力の低さを補えるほどではないわ。これで片手武器の適性までなかったら本当に使い物にならないところだったけど、攻撃力が高いのは確かだし、ステンダールのオーラも強力だから、他の前衛と一緒なら十分活躍できるわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。リフテン東のデイスプリング峡谷に入って、ドーンガード砦のイスランに話しかけると、目覚めのクエストが開始されるわ。クエストを進めるとボルキハル城でハルコンから恩恵を受けるかどうか選べるのだけど、イスランを獣人にするなら恩恵を受けて吸血鬼になる必要があるわ。その後はかなり長いクエストラインをこなす必要があるのだけど、最終的にハルコンを倒すと、ボルキハル城の吸血鬼から受けられるクエストの一つに、ドーンガードの壊滅が追加されるわ。ここのクエストは直前のクエストが完了した瞬間に次のクエストが決まるから、一つクエストを終わらせたら報告する前にセーブして、次のクエストが目当てのものじゃなかったらリセットしてまた報告し直せば、そのうち目当てのクエストを引き当てられるわ。このクエストを受けるとイスランの不死属性が消えるから、これでようやく彼を死体にできるわ。クエストを完了しても彼の死体は残り続けるから、保存アイテムは持たせなくて大丈夫よ。ちなみに一部の幹部は幻惑魔法で鎮静化すると買い物ができたりするわ。AE ならクロスボウやボルトは矢作り職人などで普通に買えるけど、対アンデッド用の回復魔法とトロールの購入はここでしかできないから、イスランだけを持ち帰って他の幹部はあえて残しておくのも一つの手よ。ただその場合はボルキハル城のクエストを受けられなくなってしまうから、血の魔法の指輪などの有益なクエストはあらかじめ終わらせておいた方がいいわ。幹部が残ってると死の獣人をかけてる間だけクエストマーカーがつくという利点もあるのだけど、死体に戻ると消えてしまうから居場所を把握する手段としてはあまり頼りにならないわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はイスランについて紹介したわ。ドーンガードのリーダーにしては物足りない性能ではあるのだけど、攻撃力だけは高いし、何よりステンダールのオーラを使えるのは彼だけだから、
アンデッドがメインのダンジョンに行くときは優先して連れて行きたいしたいね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。